テスラのロボタクシーが完全自動運転だと思っていませんでしたか？実はその裏には驚きの事実が隠されていました。さらに株主が訴訟を起こすための新ルールが導入されたことで投資家たちの権利が制限されるかもしれないという話も飛び込んできています。そして4週連続で上昇しているテスラの株価、その背景にあるのは一体何なのか。おはようございます。ケンです。今日はこれら3つのトピックを解説しながら今後のテスラの動向について徹底的に見ていこうと思っていますので、今日もぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。まず最初のトピックはテスラのロボタクシー計画の真実です。2025年6月、テスラはテキサス州オースティンでロボタクシーサービスを開始する予定です。使用されるのは10代から20代のモデル Y です。しかし皆さんが想像しているような完全自動運転ではないことに注意が必要です。今回のロボタクシー計画は実際にはテレオペレーションという仕組みが使われます。つまり遠隔操作でテスラの従業員が車両を監視、操作する形になります。ではなぜ完全自動運転ではなくテレオペレーションが採用されたのか。その理由の一つは安全性への懸念です。現時点でテスラの自動運転システムはまだ完全な無監視運転には達していません。さらにアメリカの道路交通安全局 NHTSA もテスラの自動運転システムに対して警戒を強めています。悪天候時の挙動データの提供を求められるなど監視体制が強化されているんです。これによりテスラは無監視の完全自動運転から遠隔監視型のロボタクシーに戦略をシフトさせました。では次のトピックです。次のトピックは 3% ルールの影響です。最近テスラは株主が同社に対して訴訟を起こす際の新たなルールを導入しました。それが 3% ルールです。具体的にはテスラの取締役会や役員を相手取って訴訟を起こすには少なくとも全株式の 3%、つまり約9700万株を保有している必要があります。これはどういうことかと言いますと、例えば少数株主、つまりわずか数百株や数千株を持っているだけでは、テスラに対して訴訟を起こすことが非常に難しくなるということです。ではなぜテスラはこのようなルールを導入したのか。背景には2024年に起こった訴訟があります。テスラのイーロン・マスク CEO の560億ドル報酬パッケージをめくってわずか9株を持っていた株主が訴訟を起こし、これが裁判所で無効と判断されました。テスラとしてはこのような少数株主による訴訟が続くことを避けたかったのでしょう。特にイーロン・マスクさんの報酬パッケージのような巨額の案件に対しては株主側からの圧力が強まることが予想されます。しかし、この 3% ルールには賛否両論があります。賛成の意見としては、テスラの経営陣を守るための合理的な策という風な見方もありますが、逆に少数株主の権利を制限しすぎるのではないかという批判もあります。では次に取り上げるのは、テスラ株の4週連続上昇の背景についてです。テスラの株価は2025年6月16日時点で 349.98 ドルまで上昇しました。この結果、週単位の上昇率は 17.3% に達し、4週連続での上昇となっております。では、ここで気になってくるのは、なぜこれほどまでに株価が上がったのかということになります。まず、一つ目の要因は、テスラのロボタクシー計画です。2025年6月からテキサス州オースティンに始まるロボタクシーサービスが投資家の期待感を高めています。ただし、ここで押さえておきたいポイントがあります。それは今日お伝えしたように、このロボタクシー計画は完全自動運転ではなく、テレオペレーション、つまり遠隔操作で運行されるという点です。これにより完全自動運転がまだ実現していないという事実が市場に浸透し、今後の株価の動きにも影響を与える可能性があります。次に2つ目の要因は、アメリカと中国の貿易協定やアメリカとイギリスの貿易協定の進展です。これによりテスラの中国市場やイギリス市場での販売促進っていうのが期待されます。中国市場は
テスラにとって非常に重要な収益源ですが、ここ数ヶ月間、競合の BYD が勢力を強めている状況です。そのため貿易協定の進展っていうのはテスラの販売台数増加に寄与すると見られています。そして3つ目の要因はイーロン・マスクさんの経営への関与強化です。最近イーロン・マスクさんはテスラへの関与を再強化する意向を示しています。これにより一部の投資家はイーロン・マスクさんのビジョンが再びテスラを押し上げるという期待感を持っているようです。ただし一方でイーロン・マスクさんの発言や政治的関与っていうのがテスラブランドに対してマイナスイメージを与える可能性もまだまだ指摘されています。ではここまでをまとめますと、テスラ株の上昇の要因としてはロボタクシー計画の開始、アメリカと中国、アメリカとイギリスの貿易協定の進展、そしてイーロン・マスクさんの経営への強化、これらが挙げられると思いますが、リスク要因としては完全自動運転の遅れだったり、政治的リスクっていうのが依然として存在としている点っていうのも見逃すことはできません。では、ここまでテスラに関する3つの重要なニュースを解説してきました。では、今日の内容を振り返っていきましょう。まず、1つ目は、テスラのロボタクシー計画の真相です。完全自動運転ではなく遠隔操作によるテレオペレーションが導入されることが判明しました。これは安全性の確保と規制対応のための戦略的な判断ですが、完全自動運転の遅れを意味するとも言えます。次に2つ目は 3% ルールの導入です。株主がテスラに対して訴訟を起こすためには、少なくとも全株式の 3% を保有していなければならないっていう新しいルール。少数株主の権利が制限される一方で、経営陣を守る狙いもあります。投資家としては今後の訴訟リスクにも目を向けておく必要があります。そして3つ目はテスラ株の4週連続上昇です。ロボタクシー計画の発表や貿易協定の進展、さらにはイーロン・マスクさんの経営関与の強化、これが株価を押し上げたと言えます。ただし完全自動運転の遅れだったり政治的リスクっていうのも依然として残っていることを忘れてはいけません。ここまでの情報をもとに皆さんの投資をするんだったらその投資の判断っていうのに役立てていただければと思います。テスラの動向っていうのは常に変化しています。そのため毎日このチャンネルではテスラの情報を発信しています。これからも最新のニュースを分かりやすく解説していきますので、ぜひチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録と今日の内容が良かったと思われたらぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 298.26 ドルで、今週末が 349.98 ドルということで、正解は上がるとなっております。そしてアンケートの結果ですけれども、今回は658票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 77% で、これらの方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は8名の方が正解となっておりまして、これに伴い連続正解ですが、2週連続正解の方が6名となっております。今後ですが、プレゼントを企画したいと思います。4週連続正解された方には、まずは車内で使えるカークリーナーをプレゼントします。タイプ C で使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートなんですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をするっていうのは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあった
ったのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じて、ご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、本日もアンケートをしますので、ぜひゲーム感覚でいいと思います。参加されてもらえればと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながってくると思います。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。